鎌が生えるように盛り付けると、おこぜを引っ張りますと、胃袋まで食べられる魚ではあるんですけれど、おこぜをさばいて、でお吸い物でもね作ろうかと思いますと。おこぜはねあまり知られてはいないかもしれませんが、体の表面にかなりね汚れがたまる魚ですんで、最初にねきれいに水洗いしてから作業するようにしてくださいと。体をきれいに洗いましたら、まずは、なんといってもねこの背びれですよね。この背びれを先に外してしまいますと。なんで背びれを先に外すのかと言いますと、おこぜってねこの背びれにね猛毒があると言われておりまして、これがね指に刺さると非常に痛いということで、なのでね、まずはこの毒のあるヒレを先に外してしまいますと。ヒレを外すときはこういった形でね、ヒレの際に包丁を、両サイドから入れてヒレを引き抜くと。おこぜね、これさばく時の注意点としては、このね皮がダルダルでなかなかねそのまま切ると包丁が入っていかないということで、皮をねしっかりと張ってから、包丁を入れるようにしてくださいと。この作業がねヒレの際を手で掴むので危ない作業ではあるので、注意深く作業をするか、これもし不安なら最初にねこのヒレをハサミで切ってしまうっていう方法もあるので、お好きなように作業を進めてくださいと。この背びれの両サイドに包丁が入りましたら、包丁でねヒレを押さえつつおこぜを引っ張りますと、こんな感じで背びれが外れていくので、最初にこの毒のあるねヒレを外してから、作業してくださいと。厳しいお店なんかだとしっかりねバーナーで焼いて毒をね処理してから捨てるように言われたりもしますかね。これねヒレね三角コーナーとかに捨てると誤ってね手に刺さるなんていうことがあるんで、三角コーナーには捨てない方がいいかなって感じではありますかね。背びれが外せましたら、次ね頭を落として内臓をかき出していくんですけれど、まずはねこのカマの付け根、ここに1本包丁を入れて、カマを外してしまいます。カマの付け根をこういった形で断ち切りましたら、続いてね、内臓をかき出していくんですけれど、皮がたるんで作業はしづらいと思うので、なるべくね皮を引きながら、作業を進めてくださいと。鎌骨があるので鎌骨を半分に割ってしっかりとねお腹を開いてから内臓とエラを取り除くと。おこぜを買う時のポイントとしては、おこぜってね胃袋まで食べられる魚ではあるんですけれど、このねお魚自体が餌をね一度に大量に食べてゆっくりと消化する魚ということで、胃袋の中に小魚が残ってたりするんですよね。そうするとこのね締めた後に小魚が胃袋に残って臭みが出るなんてことがありますので、だからね買う時にお腹を触ってみてゴリゴリっとねなんか魚が残ってるような、妙にねお腹が膨らんでいるようなおこぜは買わない方がいいのかなと。内臓を取り除いたら、あとはこのねエラの付け根に包丁を入れて、エラごと内臓を外しますと。この黄土色をしたこの部分が、肝にあたる部分ですんで、この部分はねもう茹でるとそのまま美味しく食べることできますので、肝は別で取り置いてくださいと。これは苦玉にあたる部分なので、潰すとね苦味が移ってしまうので、苦玉はね潰さないように、処理してくださいと。これね触ればわかると思うんですけれど、このね
内臓の中でも一番皮の厚そうなブニブニっとした部分、この部分がね胃袋に当たる部分なんですけれど、胃袋が空っぽの魚を選ぶようにすると内臓までしっかり美味しく食べることができますよと。胃袋試しに開いてみますと、こんな感じでね、何も入っていないと。何も入っていないおこぜでしたら、この胃袋もね、掃除をして湯がけば、臭みなく美味しく食べることできますので、だからこの胃袋がね空のおこぜを選ぶというのが一つおこぜを選ぶ際のポイントではありますかね。内臓を処理しましたら、ここでね一度この辺りの血合いをきれいに掃除しますと。ここねもう開いて身がむき出しになっていますので、この部分はねなるべく水に当たらないように、洗い流してくださいと。こんな感じで洗えばいいんですけれど、もしね作業に慣れていなくてこの部分に水が当たってしまうようであれば、背びれね包丁で取らずに、ハサミで切って作業を進めるといいのかなと思いますかね。今度はヒレとカマを外していきますと。でヒレとカマもこんな感じでね引っ張りながら、骨の際に包丁を入れてと。ちなみにねおこぜってねよく水族館にいる印象があるかと思うんですけれど、水族館に展示されてるおこぜはね鬼だるまおこぜっていうね、これとは別種のおこぜで、これよりもね4回りぐらい大きいほぼほぼ岩みたいなねお魚で、鬼だるまおこぜの方が毒性は強いと、言われていますかね。頭が外せましたら、まずはこちらのね頭を処理していきましょうか。頭の処理はね簡単でして、まずはねこのカマと顔を切り離しますと。カマはねこれ、真ん中で半分に割りまして、頭も半分に割るだけと。でねおこぜはね結構ね気持ち悪いっていう方も多いんですけれど、僕はねこの魚ね可愛く見えるというか、顎がしゃくれててね目がクリクリっとしてて、頭はね、こういった形で口から包丁を入れて、半分に割るだけと。続いてこちらの身を処理していくんですけれど、これね人によってはねこのまま大名でおろしてしまうって方もいるんですけれど、皮がね残ってると作業しづらいので、僕の場合はねこれ皮を先に手で剥いてから作業をするようにしていますかね。なかなかねこの辺りは身に皮がしっかりと張り付いていて、これをね無理やり引っ張ってしまうと身に負担がかかりやすいので、ちょっと引っ張ってみてくっついているなって感じがしましたら、包丁で外していくと、綺麗に皮がむけるのかなと、いった印象ですかね。ここまで来ましたら、最後ここねこのヒレのところでこの皮ってつながっているので、思いっきり引っ張れば抜けるは抜けるんですけれど、僕はねこれねあまり思い切りは引っ張りたくはないので、こういった感じで、包丁でねちょっと手間ではあるんですけれど皮を引きながら、包丁で外していくと。皮を外すことができましたら、この皮は、後で湯がいて食べると。このねブルブルの皮がなくなりましたら、あとはね普通に三枚おろしにするだけですよね。中骨に沿って、身を開いていくと。おこぜの場合はねこの背びれを抜いた際に背中側にはね6割型包丁が入ってはいると思いますので、こっちのね背中はねほぼほぼやることがないと言いますか、ちょっとね包丁入れれば自然と、
身が離れていきますと。反対の身も同様ですよね。そうで、オコゼはね、旬は春から夏にかけてと言われてはいるんですけれど、市場自体には、通年を通してね、入荷のある魚ではありますかね。ただね、オコゼってね、フグに近い食べ方をするというか、唐揚げにしたりだとか、あとね、お吸い物にしたりだとか、もちろんね、刺身でも美味しい魚ではあるので、冬はね、どうしてもね、このポジションをフグに取られてしまうと。フグがね、なくなる夏の時期にオコゼが活躍しだすといったイメージですかね。こちらの身を処理していくんですけれど、オコゼっていうのはね、このあばら骨がね、この腹膜に沿って入っていないというか、こっちのね、身側にこう食い込んでしまっているので、腹膜をかいたりだとか、このね、皮を引く前にまずはこの腹骨を、骨抜きで抜いていきますと。そう、こんな感じでね、結構細長い骨が入っているんですけれど、オコゼはこのね、身の方に反り返ったような形でね、この骨が入っていますので、まずはこの骨を先に、処理していきますと。骨が抜けましたら、続いて、このね、腹膜をかいて、お後でね、この残った薄皮を、包丁で引いていくと。薄皮が引ければ完成なんですけれども、オコゼだとかね、コチみたいなね、この海の底に住んでいる魚はこういった形でね、たまにね、身の表面に砂がね入っている場合があるので、砂が入っていたら丁寧に取り除いてくださいと。どういう理由かはわからないんですけれど、コチだとかね、オコゼはたまにね、こういう個体が混ざってくるんですよね。僕はね、この見分け方わからないので、もしね、見分け方わかるなんて方がいたら教えていただけたら嬉しいですかね。はい。で、砂の処理ができましたら、下処理完成ですと。ここからお吸い物を作っていくんですけれど、お吸い物に使うのはね、このカマの部分だとか、あとこの中骨の部分、顔の部分、この辺のね、骨のある部分っていうんですかね、この辺はね、骨からいい出汁が出るので、お吸い物に入れていきますと。この辺の部位はね、どうしても臭みが出やすい部位ではあるので、軽くね、塩をして、臭みを抜いておきますと。10分ほど経ちますと、表面にね、水気が浮いてくるかと思いますので、ここでね、一度塩を洗い流しますと。水で洗い流しましたら、これね、さっと、お湯に通しまして、お後に氷水に取りますと。カマなんかはこういった形で血がね残っていたりだとか、ちょっと汚れが残っている場合があるので、そういった場合はね、きれいに掃除してから、お湯に落とすようにしますと。で、これお湯にね通す時間は2秒から5秒ぐらい、こういった形で表面のね汚れが白く浮いてくるのが、目安に湯に通してくださいと。あまり湯に通す時間が長すぎると、どんどんね出汁がこっちのお湯に抜けていってしまうので、汚れが落ちるギリギリを狙って、湯に通すと。氷水に取ったらね、先ほどちょっと触れたようにこういった形でこのね表面に白く浮いてきたぬめりを、洗い流しますと。この処理がねしっかりしていないと
臭みの残ったお吸い物になってしまいますので、この作業は丁寧に、行ってくださいと。しっかりと汚れを洗い落としましたら、こちらは昆布だしですね。昆布だしを火にかけて、そこにね、こちらはお酒ですね。お酒を加えますと。そこにこのアラを落としていきますと。でもしね、中骨大きくて鍋に入らなかったら、これは半分に切ってね、入れてくださいと。今回はね、これ身も吸い口に加えようと思うんですけれど、身は最初から加えるとね、火が入りすぎてしまうので、身はねまだ加えずに、最初はこちらのねアラだけで出汁を取ると。沸いてきますとアクが出てきますので、このアクをねしっかりと、すくい取ってくださいと。これね、昆布はね、この地が完全に沸ききる前に取り出した方が、えぐみの少ない吸い口ができますので、これだけねしっかりと守った方が良いのかなと。アクをすくいつつ、10分程度ですかね、しっかりとおこぜの味がこっちのねスープに染み出るように出汁を取りますと。10分ほど経ちまして、十分にねスープにこのおこぜの出汁が出ましたら、先ほどね切った身をこちらの出汁に加えますと。こっちの切り身の方は切ったね時の身の大きさにもよるんですけれど、だいたいね3分から5分程度で火が入ると思いますので、その間にこちらお塩ですね。薄口醤油、薄口醤油で味を整えますと。これだんだんとねこう骨がどうしても浮いてくるので、なかなかアクがすくい取れないといった場合は、一度ね火を強火にするとこういった形でねアクが真ん中に寄ってきますんで、こんな感じでねアクを取り除いて綺麗な透明なスープに仕上げてくださいと。もうこれでおこぜの吸い口は完成なんですけれど、もしね春先なんかでちょっとねお客さんが寒そうだなと感じたら、生姜のね絞り汁をほんとね少しね適入るかどうかぐらい、加えてもいいのかなと。で当然これね生姜を入れすぎるとおこぜの香りが隠れてしまうので、だからほんとね入れるとしても生姜の風味を感じるか感じないか、ギリギリのねラインで入れるのが良いのかなとは思いますかね。あとは盛り付けて完成ですね。盛り付けはねこれ好きに盛ればいいとは思うんですけれど、こういったね鎌なんかは結構見栄えが良いので、鎌が生えるように盛り付けると綺麗なんじゃないかなと。もし添えるなら季節の野菜、今回はちょっとねたけのこ、こういった野菜を別で温めておいて一緒に盛り付けると、なかなかね美味しそうなお吸い物ができるのかなと思いますので、青物なんかがあるとより綺麗に見えますかね。ということで、本日は、おこぜのねお吸い物の作り方でしたと。皆さんねおこぜをさばく際はくれぐれもね背びれには注意してさばいてくださいと。本日の動画は以上でございます。